マネル TV 起立。どうもどうも、マネルです。今日は博多駅に来ています。博多デイトス2階にあります博多麺街道にお邪魔します。福岡といえば豚骨。最近は非豚骨も増えてきましたが、せっかく福岡に来ていただいたならぜひ豚骨ラーメンを食べて帰っていただきたい。本店を巡るのも旅の醍醐味かもしれませんが、手っ取り早く済ませたいと思ってるあなたは博多麺街道に行ってください。博多麺街道にはご覧のようにたくさんの豚骨ラーメンがあります。きっとあなたの望むラーメンに出会えると思います。よかったらこの動画を参考にあなたが望むラーメンを見つけ食べて帰ってください。ということで、博多駅でお手軽にいただける豚骨ラーメンを2回にわたってご紹介します。今回は4軒をお送りします。では早速1軒目行ってみましょう。1軒目は元祖博多だるま博多デイトス店さんです。だるまさんは全国的にも有名なお店で、数多くの支店が出店されています。早速食券を購入。娘の習いはいつもながら容赦なく炙りとろ肉チャーシュー麺、嫁のパクリはラーメン、マネルはラーメン卵入りをプッシュしました。硬さは肩でお願いしました。着丼。まずはラーメン、チャーシュー、ネギ、キクラゲなどオーソドックスな豚骨のビジュアルです。続いては炙りとろ肉チャーシュー麺。分厚く切られたとろ肉チャーシューが圧巻です。最後に卵入り、可愛い卵が魅力的です。ではまずスープ。背脂も合わさり、こってりかつ塩味も強めです。豚骨をしっかり感じられるスープです。では次に麺。ストレートの細麺ですが、しっかりコシのあるうまいやつです。さあチャーシュー、薄切りで柔らかいジューシータイプです。そして卵、中は半熟でとろっとしています。習いから奪い取った炙りとろ肉チャーシュー、とろっとろでうますぎます。ここで味変。豚骨といえば紅生姜。丼が一気に華やかになった気がします。ここからは一気にお送りします。紅生姜、キクラゲ、チャーシューを絡めながらずるずるとすすっていくと、あっという間にスープのみになってしまいました。だるまのロゴを背に最後までスープをすすり尽くして完飲完食です。ごちそうさまでした。2軒目はモヒカンラーメン博多デイトス店さんです。どこのお店よりも目を引く派手な外観です。ハイテク食券制で店名のモヒカンラーメンをプッシュしました。一つ上のモヒカンラーメンに卵入りをプッシュするつもりや痛恨のミスです。券売機で麺の硬さまで選べるのは便利です。デフォルトの型のまま決定しました。着丼。こちらがモヒカンラーメンです。大判のチャーシューが圧巻で、辛みだれが食欲をそそります。ではまずスープ。久留米ラーメンにしてはライトなあっさり系です。次に麺。久留米にしては細く、博多ラーメンのような極細ストレート麺です。辛みだれを溶かしてすすってみると、あっさりからパンチのある味に変化します。さあチャーシュー、結構大判で低温調理のような柔らかさです。ここからは一気にすすっていきます。
極細麺は喉越しよく、スルスルすすれてあっという間に口内に消えていきました。最後にスープをごくごく飲み干して完食です。ごちそうさまでした。実はお店に忘れ物をしていたのですが、全く気づかず歩いていると店員さんが追いかけてきて届けてくれました。とても親切な店員さんがいるお店だと感心しました。3軒目はラーメンうなり博多デイトス店さんです。珍しい魚介豚骨でお客さんをうならせる博多ラーメンの進化系のお店です。ハイテク食券制で今日はあえて食べたことのないラーメンジェノバの卵入りをプッシュしました。硬さは肩でお願いしました。着丼。こちらがラーメンジェノバ卵入りです。緑色のスープが見慣れない光景です。ではまずスープ。もっとバジル風味が強いと思っていましたが、それほどでもなく意外と豚骨を感じます。麺は程よい太さのストレート細麺で、肩で頼みましたがパツパツ感はなく万人向けという感じです。炙られたチャーシューは味しみよくしっかりした食感です。ここで店員さんにおすすめされたタバスコを投入。もっとバジル感があったらマッチしたのかもしれませんが、個人的には普通の豚骨の味変の方が合うような気がします。さあここから一心不乱にすすっていきます。麺をズバズバすすっていくと味玉のみになってしまいました。味玉を割ってみるととろっとした半熟の黄身があふれ出し、食らってみるとしっかり塩味の効いた極上の味わいでした。最後にスープをズバズバすすり尽くせば完飲完食です。ごちそうさまでした。4軒目はラーメン次男坊博多デイトス店さんです。午後2時を過ぎていましたが、まだ多かったせいなのか、撮影許可を上司に確認するのに入り口の店員さんに15分ほど待たされました。もう帰ろうかとも考えましたが、思いとどまってやっと許可をもらってもらいました。忘れ物を追いかけて届けてくれる親切な店員さんがいる店もあれば、お客を待たせても何とも思わない店員さんがいる店もあり、いろいろです。では気を取り直して次男坊さんは食券制で餃子セットをプッシュしました。着丼。切られた煮卵が入っており、華やかに演出されています。餃子もカリッと焼き上げられており、食欲をそそります。スープは臭みのないクリーミーでライトな味わいです。麺は極細ストレート、肩でお願いしましたがポキポキ感は感じません。珍しく針金まで注文できるようなので体験してみるのも良いかもしれません。ここで餃子をパクリ。中から肉汁があふれ出すジューシーなやつです。チャーシューは薄切りですが崩れ落ちるくらい柔らかいです。煮卵はいい感じの半熟度合いで、味付けは薄味のようです。さあラストスパート。麺に餃子をガシガシ食らいつくし、最後にスープをすすり尽くして完飲完食です。ごちそうさまでした。感謝感謝。博多麺街道豚骨4軒行ってきました。いやー、どの店もそれぞれ味が異なり、どこに入っても十分楽しめると思いました。次
回は豚骨残り4軒を紹介します。よろしければぜひそちらもご覧ください。ごちそうさまでした。ラーメンが食べたくなったあなた、チャンネル登録高評価お願いします。じゃあまたね。